いずれにせよ引きずっちまうなら腹くくって正面から向き合う必要があるかもしれねえな。正面からか。やっぱり親父のことか。ああ、ケンさんにはああ言われたが、どうにもこれ以上向き合える気がしない。俺には父さんが目の前にそびえ立つ大きな壁のように思える。越えることも壊すこともうまく想像できない。なんか言ってもわからねえようなバカ相手に無理に向き合う必要もねえだろ。そうできたらいいんだがな。何にせよ今のまま引きずっていてはチームにも迷惑をかけてしまうかもしれない。だから今日話してみようと思う。そうか。何か俺にできることはねえのか。いや、これは東野が一人で向き合う必要がある問題だ。東野が決めたなら俺は黙って見守らねえとな。ただいま。父さんはリビングにいるようだな。よし。ようやく帰ってきたか。東野、このチラシは何だ？え？これは今度のイベントのフライヤー。どうして父さんが？お前の部屋にあった。大事な楽譜の上にこんなものを置くとは信じられん。こんなもの。俺たちの音楽へのイメージが悪いのは仕方ない。チームメンバーの父親もそう誤解していた。でもそうじゃないんだ。一度来てくれればきっと父さんにも。いい加減に目を覚ませ。お前もクラシックの価値を知っているだろう。どれだけ人生を豊かにするものか私が教えたはずだ。だというのにあんな雑音に夢中になって、そんなものに時間をかけたところでお前の人生には何も残らない。何も残らない。違う。何もなかったのはクラシックをやめるまでの俺だ。ただ父さんの言われるままに動いていた奴隷のような俺だ。どうして分かってくれないんだ。どうして父さんは知ろうとすらしてくれない。東野、どうして父さんは。東野、ストップだ。そこはお前が出てくとこだろ。あ、すまない。東野、もしかして疲れてる？ちょっと休憩しよっか。いや大丈夫だ。東野のやつ親父と揉めたな。顔には出てねえけど歌に出てやがる。くそ、どうする。じゃあ今日はここまでにしよっか。みんなお疲れ。ねえあんちゃん、青柳くん大丈夫かな。今日あんまり調子よくなさそうだよね。ねえトウヤ、今日いつもと違うけど何かあった？あんちゃん、私たちチームだし、何か悩んでるなら話し合った方がいいと思うんだよね。それは。もちろん答えたくないなら答えなくても大丈夫だよ。できれば話してほしいけど、人に話したくないこともあるしね。いや、気づかれたならこいつらにも話した方がいい。アキト、どうや、歌に影響が出てる以上お前だけの問題じゃねえぞ。だから俺にも少しは頼れ。
すまない。そうだよ、私たちもいるんだし、悩みがあるならみんなで考えた方が早く解決するし、何でも言ってよ。足りない頭でも数付き合わせれば少しはマシな答えが出るかもしれねえからな。ちょっと、足りないって何？あんただって成績は同じレベルでしょ？うるせえな、そこはどうだっていいだろ。私も頑張って考えるよ。青柳くんには前助けてもらったし、力になりたいもん。ありがとう。助かる。楽しい話じゃないが、二人にも相談に乗ってもらいたい。いいか？そっか、お父さんとそんなことが。父さんは聞く耳を持ってくれない。俺たちの音楽も子供の遊びだと思っている。もう理解はしてもらえないと割り切ればいいのかもしれないが。そんな器用なタイプじゃねえからな、お前は。にしてもお前の親父は頭固い通り越して化石かよ。なんでそこまでクラシックやらせたがんだ。確か東野のお父さんってすごい音楽家なんだよね。青柳春道さんだよね。テレビにも出てるから知ってるよ。青柳くんのお父さんだって知った時はびっくりしちゃった。確か海外ではピアニストとして活躍してたんだっけ？ああ、ウィーンの音大を出た後にプロとして活動していた。日本では作曲家として有名になったな。うわぁ、ザ音楽家って感じだね。そうだな。父さんは昔からクラシック音楽一筋だ。俺の家族も同じような道を進んでいる。俺には2人兄がいるんだが、どちらも父さんの指導を受けて、1人はプロに、もう1人はニューヨークの音楽院に通っている。父さんとしては俺にもそういった道に進んでもらいたかったんだろう。だが俺は兄さんたちと同じようにはなれなかった。別になる必要もねえだろ。親の願い叶えるためにいるんじゃねえんだ。ああ、そうだな。にしても聞けば聞くほど説得するのが難しそうなお父さんだね。兄貴たちから親父にもっと話を聞くように言ってもらうのはどうなんだ。一度相談してみたことはある。だが兄さんたちはどちらも父さんを尊敬していて、むしろ俺の考えが甘いと否定されてしまった。じゃあお母さんは？母さんも昔からクラシック音楽をやっていて、クラシックに戻ってきてほしいと言っているんだ。じゃあもう私が直接話しに行こっか。お前じゃ話が余計ややこしくなるだろう。